ヤフオクで入手したアクセサリーです。この 1344g の山の中から一体何が出てくるのか、一つ一つじっくり検証していきます。素材を示すような刻印の方は見当たりません。次は何か、なんかキラキラしたのまた出てきました。はい、本日はこちらですね。前回の発掘実況の続きです。はい、今回は何が出てくるんでしょうか。ではね、残りあとどれくらい残ってるのか測ってみます。はい、重さの方はですね 1344g あります。はい、残りの方ですね、まだこんな感じで、結構ね残ってます。はい、前回こんな感じでね、こちら取り出すことができました。では今回、一体何が出てくるんでしょうか。はい、ではまずは一発目、何が出てくるかな。はい、じゃあこんな感じのね、じゃあこんな感じの紫色のなんかついたねブローチです。はい、ではこちら早速ね拡大して見ていきましょう。はい、こちらこんな感じのね紫色の大きな、石がついています。もう少しねこう拡大すると、はい、こんな感じでちょっとね内包物のようなものが見られます。この辺ですね、うっすらなんか入ってるっぽいね、この辺ですね、見ることができます。はい、なので何かしらの天然由来の宝石なのかなと思われるんですが、よくねこのアクセサリーのジャンク山のね中から出てくるのは、だいたいアメジストとかそういうクォーツ系は結構出てきます。ただこの色ですね、紫色の色が天然由来なのかっていうと、だいたいですね、色を可変処理したものではないかと言われることが普通です。でこの枠のところにですね素材を示す刻印がないかなって今ずっとぐるぐる回しながら確認してるんですけれども、素材を示すような刻印は見当たりませんでした。でね、この後ろ側こうやって見ると光が反射してこう、カットされたね、ところが見えます。なのでこれガブションカットっていう上側はこういう丸くねカットされてるんですけれども、反対側はねこうやって、カットファセットがね刻まれてるような構造です。はい、そういったお品物でした。では次行ってみましょう。次はじゃあこれイヤリングなので多分ねどっかにもう一個あるはずなんですよね。なのでちょっと出てくるまでね一旦これは保留にします。2個セットのものなので、1個だけしかないよっていうジャンク品の場合もあるんですけれども、ちゃんとね揃ってるかもわかんないのでこれは一旦保留にして次探します。どうしようかな。じゃあこれじゃーん、はい、こちらです。このフクロウですね。フクロウのデザインのなんかこういうねピンでブスって刺すやつです。ではこちらも見ていきましょう。その前にですね、はい、じゃあこちらね10倍拡大のできる
宝石用のルーペです。はい、こちらでちょっと見ていきましょう。こんな感じで、フクロウのね、これ今、眉毛のところですね。あとこの顔、目のところになんか石がついてて、こういう感じのね、金色の、デザインをしています。では、スマートフォンのね、マクロレンズの方でもう一度拡大してみていきましょう。こんな感じで、小さなね、石がこう止められているんですが、はい。かなりキラキラ綺麗なんですけれども、素材を示すような刻印の方は、裏側ね、こういう風にして確認してみたんですけれども、見当たりませんでした。そういう感じの、フクロウのモチーフデザインのこういうピンのね、なんかブローチっていうかピンバッジみたいなやつです。はい。では次行ってみましょう。次は何か。なんかキラキラしたのまた出てきました。キラ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 。なんか一緒に違うのも出てきちゃった。はい、こういう感じのキラキラのね、なんかよく出てくるキラキラ石のネックレスです。はい、こんな感じです。キラ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 。はい、ではこちら見ていきましょう。こんな感じのね、なんかぶどうみたいな、作りになってますね。ちっちゃいのがこういろいろくっついていて、これ全部みんな同じやつなのかな。で、この金具の部分ですね。金具の部分をこうやって見るんですけれども、なんか素材を示すような刻印はなさそうです。ただですね、このキラキラがもう全部の石ね、同じような感じです。この黒い石が何なのかはちょっと私の方では分かりません。ただ過去の動画でもこのキラキラしたカットされた石はもう何回も出てきてますので、よく出るキラキラ石と思われます。はい、実際はこのスピネルとか、あとは何ですかね、こういう黒い石をカットしたものなのか何なのかよくわかんないんですけども、こういう綺麗なキラキラのやつでした。では次行ってみましょう。次、じゃあこれなんかさっきくっついて出てきちゃったやつですね。この多分ね、こういう指輪だと思われます。なんか昭和な感じのこういうグニーってやる指輪です。はい、これ金色なんですけど、なんか刻印とかあるんでしょうか。見てみましょう。はい、こんな感じです。見た感じですね。金色いい色してるんですけれども、素材を示すような刻印の方は見当たりません。小さなね、傷やなんかが見られるんですけれども、多分ね、こういう既製品なのかなと思われます。かなり、綺麗な感じですね。磁石、あれどこ行った磁石、あった。じゃあ、これね、毎回出てくる、すごい強力なネオジム磁石です。レアアースが使われてるとかって言われてます。これね、磁石じゃつくのかなって試してみます。つきますね。多分この部分もう玉の方が磁石なのかな。で、この棒の方も、ここね、枠の方もこんな感じで磁石がつく素材です。結構ね、いい色をしてるんですが、ちょっとだけね、はい、こちら、じゃーん、この、古代より伝わりし試金石で、ちょっとね、様子を見てみようと思います。これね、こんな感じです。これで、こんな感じで軽く、ちょびっとだけ削ってみます。はい、ちょっとだけです。はい、この
削り跡はどうなるでしょうか。はい、見た感じちょっとまだわかんないんですけれども、この削ったね、跡ですね。跡の方をちょっと見ていきましょう。今回削ったところはこちらです。なんか金色の跡が出てるんですけれども、今のところね、まだ下地の方も金色なんで、なんとも言えないところなんですが、ここで軽くね、テスターをつけて検査をしてみます。もしかしたらね、金とかかもしれないので、一応ね、確認する意味でやってみます。あれ？なんだこれ。ちょっとね、びっくりする結果が出てしまいました。これですね、ちょっとピットが合ってないです。こちらです。この、削り跡が消えない状態。これは金の可能性がね、結構あるんですね。ただ刻印とかも何もないんで、もしかしたらそのメッキがね、ちょっといいやつで、メッキの表面の部分の金が反応してるだけということも十分ありえます。なので、持った感じの重さとかね、見た目とか、で判断できればいいんですけれども、この場合だともうちょっとね、進めて、切ってしまったらね、ちょっともったいない気がするんで、もうちょっと削って破壊検査という形で進めてみたいと思います。先ほどの軽くですね、削った部分をもうちょっと削ってみて、下地ですね、もしメッキや針といった製品であれば、下地の方が出てね、色が変わってしまったりですとか、違うね、素材が出てきたりってこともあるんですけれども、今のところまだ色があんま変わんないんですよね。どうなんでしょうか。もうちょっと削ってみますね。はい、こんだけ削って、金色のね、跡が出ました。でこれをもうちょっとだけテスターつけて、様子を見てみます。あれ？結構削ったんですけどね、現状このままだと、あれこれ金なのかなってなっちゃうんですけれども、ちょっとね、直接つけてみたいと思います。こんな感じでね、ここに直接つけます。で、メッキ製品だとね、下地とかがなんか反応して、シュワシュワってなったりするんですけれども、あれ、なんともないですね。ちょっとね、わからない状態なんですが、こんな感じで。はい。特に目立つね、反応が出てないんですね。あれこれ金なのってなるんですけれども、ちょっとこれが何なんでしょうか。もうちょっとね、深く見てでもね、なんだろうな、下地がやっぱ出てきちゃってるかな。今、もうちょっとね、削れば出てきちゃうのかもしれない。ガリ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 ってはい。これね、削ってはい。下地の方が出てきたようですね。こちら。はい、先ほどの金色の部分ですね。削ってテスターをつけても反応しない、消えない状態です。で、こちらね、さらに削るのを、進めてみた。あれ、どれだ？これだ。はい。かなり
削り込んでみたらですね、下地の方がやっぱ出ちゃってまして、今度ね、見てもらうとわかるんですけれども、金色から銀色に素材が変わっています。はい。ここね、削れて下地が出て、こんな感じで、ピンセットの先がね、引っかかる段差の状態になっています。なので、メッキ製品の中では結構ね、厚い方なんじゃないかなと思われます。なので、ちょっとぐらい削っても、反応しない、わからないやつですね。今、メッキ製品もすごく、素材が高騰してますので、メッキをするコストもずっと上がってます。なので、こういうね、古い感じの製品のメッキは、昔の、これね、デザインとかもおそらく昭和のなんかやつだと思うんですけれども、こういうやつからは、今のね、メッキ製品よりもずっとね、贅沢な仕様のものが使われてたりします。今回ね、私これ思いっきり削っちゃったんで、あれなんですけれども、こういったお品物でした。はい。では次行ってみます。次は、どれにしようか。あれこれさっき出てきたまたキラキラ石にそっくりなやつですね。こんな感じの長いね、ビヨーンってなってるキラキラ石が出てきました。はい。これちょっと長いですね。長いので、こんな感じです。はい。では次行ってみましょう。次は何が出てくるのか。はい。これよくわかんない。いっぱいあるんですけれども、じゃーん。じゃあこれ、じゃーん。じゃーん。これなんかわかんない。なんか、バイオハザードみたいになってますね。はい。このマークが、なんか、そういう傘みたいになってます。これが何なのか見ていきましょう。はい。表から見ると、こんな感じで、銀色の素材です。反対側ですね、裏側に大体ね、素材を示す刻印があったりするんですけれども、どうなんでしょうか。こういう風に見てみますとね、模様みたいなのは見られるんですけれども、特にね、刻印みたいなのは、どうやら見つかりません。で、これ何なのかなっていうと、こういうね、パチンって、閉じるね、構造になってます。こういうやつですね。なので、これスカーフとかをこうギュッて留める、こういうやつだと思います。はい、そんなお品物でした。では次行ってみましょう。次は、じゃあこれ、じゃーん、この、結構長い。なんか長いけど絡まってるけれど、どうなんでしょうか。こういう時はもう素直にね、このパーツをちゃんと外して、一本ずつね、抜いた方がいいかと思われます。無理にやると余計ね、もう絡まっちゃって出れなくなっちゃうんで。はい、ではこういうね、貝の、多分これもはめ込んだやつだと思いますね。螺鈿みたいになってます。はい、そんな感じの、あとここにキラキラがいっぱいついてるね。こんな感じの、ペンダントネックレスです。では、拡大して見てみましょう。はい、こちら。じゃーん、こんな感じのね、貝を、割って、小さなね、切片をこうくっつけていく、螺鈿みたいな、作りになってますね。そういった感じの、すごい綺麗なお品物です。はい。で、またね、こういう黒いね、ちっちゃい石とか、あとカットされたなんか、なんでしょうね、合成石というか、構造石というか、そういうね、ものがいっぱいついてます。はい。で、素材を示す刻印なんですけれども、こちらですね、パーツの方を拡大してみたんですが、何も書いてないので、そういったメッキ製品の品物だと思われます。はい。だけれども、このね、貝の部分がすごい綺麗なペンダントネックレスでした。では次行ってみましょう。次は何が出てくるのか。じゃあこれ行ってみましょう。これ。じゃーん。このなんか青い綺麗な石が出てきました。これね、イヤリングですね。2つあるんで。
どっちもなんか天然石っぽいね、なんかパワーストーンみたいなのがついてます。ではこれ見てみましょう。はい。光に当ててこんな感じで見ると結構ね、透き通ってる感じがわかります。はい。では拡大して見てみましょう。はい、こんな感じですね。この独特な特徴的な見た目はおそらくですね、アゲートメノウの一種なのかなと思われます。はい、半分透き通ったような感じがしてとっても綺麗ですね。はい、素材を示すような刻印は特にありませんでした。裏側から見てもこんな感じで模様が見ることができます。はい、そんな感じのね、メノウがこうくっついたイヤリングのようです。はい、では次行ってみましょう。次はどうしようかな。はい、じゃーん。はい、こちらです。これ鶏なんですかね、デザイン的に。こういう、鶏の、はい、これ反対側見るとピンがついてるんで、ブローチですね。はい、鶏のブローチです。はい、こちら拡大して見ていきましょう。はい、こんな感じで羽のこれ尻尾のところなんですけれども、かなりね細かく造形の方ができています。で、あとちっちゃいねライスストーンみたいなこの緑色の石がいっぱいついてます。はい、こんな感じのキラキラで、顔の方もね、目のところに赤い石がついて、こんな感じでね、結構、造形の深いものになってますね。で、反対側ひっくり返してみますと、こちらですね。これ、反対側です。足の部分からずーっとね、裏側膨らんでいるところとか、このくぼんでいるところとか見てるんですけれども、素材を示す刻印のようなものはありませんでした。ですが、こんなデザインのね、面白い、こういう、鶏のブローチです。はい。では次行ってみましょう。次は何かな。はい。じゃあ、これなんか、エスニックな感じの、こういうね、なんだろうな、木なのかな。なんか天然素材っぽい、ネックレスです。こちらを見てみましょう。はい。表面はね、もうすごい傷とかいっぱいあって、自然のなんか木ですね。ウッドの木をなんか削ったような素材です。素材を示すような刻印は特にありませんでしたが、なんかね、アジア系のエスニックな感じのお店で売ってそうなやつですね。こんな感じの独特な、素材感のあるお品物でした。なんかアジアン民芸っぽいやつです。はい。では次行ってみましょう。はい。じゃあこちら、ちらっと見えたんで、はい。こんな感じの緑色のね、はい、指輪が出てきました。こちらです。はい、こちらの指輪、一体どんなお品物なんでしょうか。はい、緑色のね、石がついてます。あとなんか素材を示す刻印のようなものが、この位置からでもちょっとね、うっすら見えるので、ちょっと期待して見てみましょう。はい、こんな感じのね、綺麗な緑色の石がついています。ただですね、この、なんというか内包物ですね。これ拡大をね、もっとギュッとするとわかるんですけれども、はい、これ、内包物が独特なね、模様をしています。ご覧ください。中のね、黒っぽい筋みたいなのが、植物の葉っぱの葉脈みたいになってますね。
これおそらくですね、クォーツかなんかを染色したものなんじゃないかなと思われます。似たようなものがね、過去に動画でも結構出てきてるんですね。なのでそういったなんていうんですかね、元がクォーツだったら天然石なんでしょうけれども、それに可変処理して作ったのか、あとはもともとこういう模造石なのかちょっとわかんないんですけれども、なんていうんですかね、そういう人工的な、お品物だと思われます。で、この指輪のこの作りですね、これがいわゆるキャストって呼ばれる、量産品の型があって、その型からこうどんどん鋳造するっていうやつの作りと、似ております。で、素材を示す刻印なんですが、こちらなんか書いてありますけども、ちょっとなんて書いてあるかわかんないですね、これだけだと。ただ一番左側の字が G に見えます。で、ルーペでこう自分の目でこうやって見ると、多分なんですけど、半分消えちゃっててよくわかんないんですけれども、G シルバーって書いてあるんじゃないかなと思われます。G シルバーはですね、シルバーって書いてあるんですけども、銀が取れないやつなので、メッキのお品物です。こんな感じの、見た目綺麗なんで、ファッションリング的に使えそうなこういうね、指輪でした。では次行ってみましょう。チャンネル登録とグッドボタンをお願いします。では次行ってみます。次は何が出てくるのか。じゃーん。じゃあこちら。じゃん。このね、緑じゃない、青い色の玉がいっぱいついたこの、こちら。ネックレスです。ビヨーン。こちら見ていきましょう。まずね、特徴的なのはこの金具ですね。パーツです。こんな感じになってます。細いね、棒みたいな、いつも引き輪って呼ばれる丸いやつばっか見てるんですけれども、今回はね、こんな感じの、なんかよくわかんない棒みたいなね、シンプルな構造になってます。で、この石の方もね、拡大してみてみましょう。こちらこんな感じです。で、微妙にカットされてるような感じなんですけれども、高度がそれほど高いものではないのか、丸みを帯びたような形です。で、外側から見ても内包物のようなものが確認できるね、構造ではないので、これが何なのかも全然わかんないです。ただの青い石のように見えるんですけれども、例えばターコイズの、なんか黒い点々が見えたりとか、そういうのも全然ない感じで、何なのかわかりません。で、この素材を示す刻印があるのかなと思ってこうやってぐるっとね、この、パーツの方を見てるんですけど、特に何も見えません。で、一応ですね、ここボタンを押すとこういう感じで引っ張ってすっぽ抜けるやつだと思うんですよね。抜けましたね。こうスポッて抜けるやつです。こんな感じで、特にね、素材を示すような刻印は見当たりませんでした。そんな感じのお品物でした。次行ってみましょう。次は何が出てくるでしょうかな。じゃーん。結構これでっかいですね。こんな大きいね、指輪です。こんな感じのでっかい指輪が出てきました。素材を示すような刻印は見られません。で、独特的なね、なんていうんですかね、この光沢のある、鉄とかね、ステンレスみたいな見た目をしています。こんな感じで、鎖みたいなね、デザインで、表面ピカピカで、でもなんか書いてありますね、ここに。なんか刻印を貼っ
見することができましたが、これは多分ね、なんか商標の関係でちょっとお見せできないやつっぽいですね。どうだろうな。これ多分はい。本来であれば、いわゆるブランド品とか、そういったものは、ブランドを運営している会社とか、メーカーさんの方で、本物とか偽物とかそういうのを決めるんですけれども、なので、私はそういうのを決められないんですけれども、なんて言うんですかね、かなり、なんて言うんですかね、怪しい感じのやつで、名前もちょっと書かれちゃってるんで、こちら、じゃーん、この、なんだっけな、クロムモリブデン、ここでできたね、ボルトクリッパーっていうので、もう切って、鉄として、鉄かなんかわかんないけど、スクラップとして処分させていただきます。じゃあこれ切っちゃいますね、もうね。こんな感じで、破棄させていただきます。じゃーん。切れた。結構綺麗に切れましたね。はい。こんな感じで、無事に、切断することができました。素材の方が実際何でできてるとかそういうことは特に書いてなかったんですけれども、名前がね、ブランド品を連想させるものがついてたので、こんな感じで切ってみました。はい。で、素材の方ですね。これが何なのか、さっきの、じゃあ磁石でこれでつくかどうか試してみますが、磁石の方はね、つく様子が一切ないです。では、こちらですね、先ほどの金石で少し削って、素材の方は実際何なのかというのを見てみようと思います。はい、こんな感じで、ガリガリと削りました。で、こんなね、跡が思いっきり出てます。硬さはね、そんななくて結構柔らかい素材なんですけれども、こんな感じで綺麗にね、削り跡が乗っている状態です。実際ね、これがなんでできてるのか、わかんないんですけれども、一応ね、テスターの方をつけてみようと思います。はい、テスターの削り跡は消えてしまいました。で、直接の方ね、この削り跡の断面の方につけてみます。つけるとですね、こんな感じで、青いね、はい、こちらです。表面、削り跡の方ね、さっきは、若干黄色みを帯びた銀色で、はっきりした色してたんですけども、こんなね、真っ黒になっちゃいました。で、下の方ですね、ちょびっと緑、青、そんな感じの泡がですね、出ています。緑青といって、銅とかそんな感じの成分が反応していると思われるんですが、これが何なのかっていうと、特にね、なんか、金とかそういうものではなくて、何かの合金だと思われます。はい。色の感じから見ると、真鍮とかそんな感じの合金なのではないかなと思われます。若干ね、黄色みがかったものです。はい。なので磁石がつかないので、非鉄金属っていう分類にはなると思うんですけれども、そういったお品物で、切って破壊しました。では次行ってみましょう。次は何が出てくるかな。はい、じゃあこれ綺麗ですね。このこんな感じの、目のね、もうボガンごとこうバーンって切ったようなやつです。はい、輪切りにした感じですね。これ綺麗なんで、ぜひ見たいんですが、ちょっとね、いろいろ絡まっちゃってますね。
絡まっちゃってるので、これを丁寧にほどかなきゃいけないんですが、うまく取れましたね。はい、こんな感じで綺麗に取り外すことができました。はい、こんな感じの、ネックレスです。では、拡大して見ていきましょう。こちらですね、もう石ごと表面に、なんていうんですかね、外側の母岩のナチュラルな部分を全部ね、こんな感じでメッキしちゃったみたいですね。で、内側はこんな感じで目の特有のこの縞状の模様が見られます。で、特徴的なのは真ん中ですね。この真ん中の中になんていうんですかね、柱状の、結晶、これは水晶クラスターみたいなのがこう生えてるような感じですね。わずかなんですけれども、そういった、結晶が見られるお品物です。チェーンの方は特にですね、刻印のようなものはありませんでした。なので普通のメッキチェーンに、こんな感じでぶら下げたやつだと思われます。はい、そんな感じのお品物でした。では次行ってみましょう。次はどうしようかな。はい、じゃあこちら。じゃあれこれはい、こんな感じの指輪です。はい、はい、指にこう綺麗にはまりました。こんな感じの指輪です。はい、これ見ていきましょう。あれ、これこの間も出たやつにそっくりですね。はい、ですね、こちら、はい、前回ですね、出てきたやつなんですけれども、この中にこういうね、ダイヤモンドをついてた指輪がありました。素材はおそらくね、ステンレスみたいなやつだと思うんですけれども、ダイヤをはめたね、やつなんですけれども、これとね、超そっくりなのがまたね、出てきました。見た目もほぼほぼ同じデザインですね。こんな感じです。ただサイズが全然違いますね。で、こんな感じで石がついてます。はい。サイズの方が、じゃあ、これ、ゲージ棒です。前回出たのはこんな感じで、だいたいね、12号ぐらいなんですけれども、今回出てきたのはもうちょっと大きくて、20号ぐらいあります。はい、そんな感じの、指輪で、同じようなことが書いてあるので、多分このね、ちっちゃい石もダイヤモンドなんじゃないかなと思われます。はい、こちらです。これですね、このちっちゃい、石が止められています。で、前回ね、簡易テスターですね、ダイヤモンドの簡易テスターで、多分ダイヤモンドだよって言ってたやつと同じようなね、やつで、サイズ違うだけなんで、おそらくこれもダイヤかなということで、テストしてみましょう。で、こちらですね、先に、ダイヤモンドの紫外線ですね。紫外線を当てた蛍光性のテストをしてみます。はい、色が極端にね、変わるので、比較的分かりやすいですね。はい、こちらです。こんなね、青くなっちゃいました。とっても綺麗なんですが、こういう蛍光性反応がある石だということです。はい、とっても綺麗です。はい、これが特徴の一つですね。で、あともう一つこちらですね、簡易テスターの方で、実際にダイヤかどうかのチェックをしてみます。こんな感じで直接ね、つけると、はい、反応しました。はい、なので、この簡易的な検査と、あと、
見た目からおそらくダイヤモンドなのかなというものがね、ほんとすごいちっちゃいんですけれども、ついてる指輪ということです。はい、こんなもんでした。はい、では次行ってみましょう。はい、そういう指輪でした。で、素材の方ですね。素材の方は多分ステンレスみたいなやつだったので、こちらも同じようにね、はい、磁石つかないステンレスみたいなやつだと思われます。はい、では次行ってみましょう。次は何かな。これ結構綺麗ですね。キラキラです、キラキラ。はい、こんな綺麗なね、いっぱい石がついたブローチが出てきました。ではこちら見ていきましょう。はい、こんな感じの青いね、ちっちゃい石がいっぱいついてるキラキラのブローチです。こちらが一体どういったお品物なのか。では、ひっくり返して後ろ側を見ていきます。はい、こんな感じの、結構ね、ちょっと色が変わったりとか、メッキが剥げて下地の赤い部分が出ちゃってたりとか、傷とか、そういったものがたくさんね、あるお品物です。特徴的な構造と、この石の見た目から、おそらくガラスとか、そういった人工的な石をはめたものだと思われます。素材の方はね、メッキ製品だと思われます。特に刻印とかはありませんでしたが、見てください。こんな綺麗なね、結構大きいですし、こういったブローチです。はい、では次行ってみましょう。次は何が、出てきましたね、これ。こちらです。さっきね、出てきて、もう一個あるんじゃないかなって言ってたのと、同じような、同じですね、同じのデザインの、はい、イヤリングです。ではこちら見ていきましょう。はい。じゃーん。なんか縞模様のこういう石がついています。で、この金色の、金具ですね。にこんなちっちゃいね、細かい模様がついてたりとかするお品物です。なんとなくね、ちょっと外国の製品なのかなと思われるんですが、はい、こちらに何か書いてありますね。W. Germany って書いてあります。W はね、ウエストですね。Go West のウエストの意味だと思われます。なので、西ドイツの製品なのかなと思われます。見た目ね、この、はい、こちら、この独特な細かいね、点々が見られる構造なんですけれども、おそらくですね、これ1枚の板をバーンと打ち抜いた単造の、製品だと思われるんですが、このね、特徴のあるデザインが、この西ドイツの製品っていうことで、見かけるね、ブローチとか、そういったものと、作りが似ていますね。なので、刻印をそのまま信じるのであれば、おそらくこれは西ドイツで製造されたお品物なんじゃないかなと思われます。状態もそれなりですし、それから、時間もね、結構経ってますね。東西ドイツの統一からもだいぶ時間経ってます。1990年代、あれは初めぐらいでしたっけ？冷戦の崩壊とか、それより前のお品物なので、どうなんでしょうか。そういった、なんか古い感じのものが出てきました。では次行ってみましょう。じゃあ次何かな。じゃん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 じゃーん。はい、出てきました。なんか、はい、こんな感じのかっこいいね、ブレスレットで、ちょっとね、石がいっぱいついてますね。これ見てください。石は見えないかな。反対側にするとね、黒い、なんていうんですかね、健康磁石みたいのがついてるやつです。デザインはね、結
こう落ち着いた作りでこんな感じですね。はい。で、ちっこい石がね、ところどころこう止められています。はい。ではこちらをね、もうちょっとよく見ていきましょう。はい。では拡大して見ていきましょう。はい、こちらです。こんな感じで、石がね、止められています。で、特徴的なのはですね、ここですね。1、2、3、4つ爪をね、立てて、ちゃんと止められています。なので、接着剤で止めるような安価なものではないということなんですけれども、この石がですね、こうずっと見ていくと、こう止められてるんですね。何個かこうついています。で、とってもね、この光の反射でキラキラする感じが、まあ比較的高度の高い石なのかなと思われるんですけれども、この素材を示すようなね、この刻印が、裏側にあればいいなと思って探してみたんですけれども、特に見つかりませんでした。で、唯一見つかったのがですね、こちらのうっすらなんですけれども、ここにね、0.23 って書いてあります。ここですね、この細いところに、もう消えそうなんですけれども、0.23 っていう数字が見られます。で、あとこっち側にこの、なんか健康磁石みたいな、石がね、止められてるんですけれども、その他素材を示すような刻印は見られませんでした。で、この 0.23 っていうのは何なのかなと、思うんですが、こちらおそらくですね、この石、止めてある石の石目と呼ばれるね、石の重さの総重量を表したものなんじゃないかなと思われます。つまり 0.23 は 0.23 カラットの何かしらの石が止められているよという意味だと思われます。なので、先ほどと同じようにですね、ダイヤモンドのテスター、簡易テスターを使って、試してみます。はい、こんな感じでメモリがちゃんと触れて反応しました。なので、これダイヤモンドのね、可能性が非常に高いです。はい、こんな感じで全ての石を検査しましたが、はい、問題なく反応しています。なので 0.23 カラット分の、ちっこいんですけれども、ダイヤがね、止められているブレスレットだよという可能性が非常に高いことが分かりました。で、一応ね、先ほどの紫外線の蛍光性の検査もしてみます。こちらですね、こんな感じで、当ててもね、さっきの指輪と違って特に青白くなったりはしません。なので蛍光性がほとんどない石なんですね。こちらもそうですね、こんな感じで当ててはいるんですが、特にね、反応が見られる様子はありません。で、石によって全部違うんですけれども、この石もなんか蛍光性なさそうですね。はい、そういったお品物です。で、ダイヤモンドの簡易テスターって、実はモアサナイトと呼ばれる合成石の検査をすることができません。ダイヤモンドの簡易テスターでモアサナイトをテストするとそのままダイヤモンドとご判定してしまうので、こちらモアサナイトのテスターを念のためね、やってみたいと思います。こちらですね。はい、何も反応しませんでした。なので、今ちょっとなったのはね、今間違えて、この金属の部分に触れると、こういう風に反応してしまいます。で、石にね、ちゃんとこう、先っぽをつけて何もね、こう反応しなければ問題がないという仕組みです。はい。こうやってね、間違えてこう、爪のところにぶつけるとビーってなって、あれってなっちゃうんですけれども、ちゃんとね、真ん中の石のところにこうつけてあげれば、正しく検査ができます。で、こんな感じで全部の石をちょんちょんとこう当てていっ
て検査をしていくと、はい、これがモアッサナイトではないですよということが、簡易的に確認することができました。正しくはね、鑑別を得たりする必要があるんですが、今私が持っているこの、簡易的な方法でできうるね、検査ではこちら、ダイヤモンドの可能性が非常に高いです。はい、そんな感じの、結局ですね、このブレスレットの素材の方は何でできてるかっていうのはここにも何もないんでわかんないんですけれども、磁石がついてるんで、磁石当ててもね、しょうがないっちゃしょうがないんですけれども、なぜかね、この埋め込まれてる健康磁石みたいなところに磁石を当てても磁石がつかないというね、謎の設定となっております。だからこれ何なのかはちょっとわかんないんですけども、多分ね、見た感じちょっと腕時計っぽい作りなので、ステンレスとかなのかなと思われます。はい、こんな感じの、ね、つけてみるとわかるんですけれども、コマの感じとかもなんか時計っぽいんですよね。はい、そんな感じの、ダイヤモンドと思われるね、宝石のついたブレスレットでした。ではね、以上、今日はこちらで、発掘の方は一旦終了となります。では、どんなものが、取れたのか。じゃーん、これ全部見てみましょう。じゃーん。はい、こちらこんな感じです。はい。あとね、この指輪とか、ブレスレットが見つかりました。で、あとこっちね、ちょっとなんか、ダメそうなやつだったんで、切って、くず鉄みたいなくず鉄じゃないね。非鉄金属として、処分させていただきます。はい、こんな感じです。で、前回もね、はい、こちらこんなのが出てますので、これで少しずつね、取れたものが溜まっていけばいいなと思ってるんですが、まだね、これだけ残ってるので、次回ここから一体何が出てくるのか、こうご期待ということになりました。はい。今後もですね、こんな感じの動画を作っていこうと思います。もしよかったと思ったら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録をお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。バイバーイ。じゃーん。バイバーイ。